じゃあ構えて始め。戦闘術なんで10の技なんですよ、10の技で1ステップ2ステップ3ステップ。うわもう前回のはコラボの時に、はいまあちょっと惨殺されたので今度ですね、ちょっとナイフで惨殺された過去をまあ取り返せるのか、逆に返り討ちに遭うのかこれ前回多分3本勝負だったんじゃないですか。ああ、そんなもんだったですかね。3本勝負だったんですよ、けど今回、その殺しの世界には1本しかないんで1本勝負ですか。一本勝負で1本勝負本勝負緊張感ありますね。おかわりしたくなったらすみません。そっかじゃあやっぱ3本勝負にしましょうね。先生3本勝負にしましょう。要は3本勝負なんで2回取ったら勝ちでいいですね。ああ、なるほどですね。ね、2回取ったら勝ちで、で一応トレーニングのナイフで危なくはないんですけど、一応この顔はなしそうだもちろん顔なしで喉もね狙うとね意外に当たるからちょっと僕ら喉系狙うんですけど、それも小木先生と一緒にやるんで僕らの得意なこの首とかやめて、この胴体胴体もちろん手も OK です、足も足も切っていいんで足もでだからうちのいつもトレーニングのルールが1個あって、3ポイント制なんですよ。で胴体が2ポイントで腕が1ポイントで、腕は切られた腕はもう使っちゃダメっていう、足も切られたらその足はもうずっと浮かしてなきゃいけない、片足でとか、それが止まってるかっていう風な感じで、それでそしたらもう1回勝負でもちろんおかわりしていいんで、もしありましたらわかりました。じゃあ審判僕お願いしてね。審判けど刺した感覚って分かるじゃないですか。それはもうね、お互いやってよ。コウキル先生も俺もほら一つはないからで、コウキル先生ね1個だけルールがあって、このよくねこうやっちゃいがちなんですけど、これってナイフでも切れないんですよ。ちゃんと小指使ってこれがなるほどですね。こう要はこうじゃなくてこういう感じ。そうもっとこう当ててもこうやって切ってるんですよ。こっちで締めるんですか。そうこうならなかった。そうです。これでもそんな切れてないです。骨切るためにはこれぐらい切るんじゃないですか。なるほど。結構今もうなんかナイフ想像しちゃった。もう今もう精神的に負けました俺。そうでもちょっとけどあれか、腕とかやっちゃったら難しいから胴体だけでいいよね。その方がまあシンプルですよね。腕とかやっぱ切るのなしでいいです。いや大丈夫です。ありで。本当ですか。もう右手ダメになったら左手使います。左手ダメになったら抱きつきいきますね。じゃあちょっとお互いいいですか。僕お互いにじゃあ俺こっちしましょうか。よし。もういきなり近いな。最初近くないですよね。そんな近いの。そんな近いから始めるの。いやでもいきなり来るのかなみたいな。もうこれ危ないの離れません。もうちょいいきなり来たいみたいな。いやなんかそれもいつ始めるのかな。これぐらいからねしてここ。僕が初め言いますから。そういいですか。じゃあいきますよ。お互いでよろしくお願いします。じゃあ構えて始め。実は当日お会いするまでナイフ戦をすることを想定していなかったため、まずはナイフの間合い感覚を自分の中に落とし込むことを意識しています。そのため中心を取られた状態で間合い調整しているといきなり切られる可能性が高いため、左右にサークリングしながら中心と間合いが合う瞬間だけ警戒すればいいようにして、最初は間合い感覚をつかむまで時間稼ぎをしています。
この辺り攻撃のプレッシャーを上げてタクさんの反応を誘ってるんですが、どれだけ乗せる殺気を上げてもタクさんが僕の目線や意識のフェイントに乗ってこないので、すごくやりづらさを感じています。ちょっとナイフ攻撃が分からずに攻めあぐねてます。そして攻撃方法が分からずここで誘ってるんですが、やられましたね。ナイフ攻撃のフェイントに自信もないので空手のつもりで攻撃意識を出していたのですが、反応してくれないので、この日初めてナイフで前手を切るフェイントを出します。結局攻めあぐねた結果、危険間合いまで近づいてタクさんを誘って流れを変えようと思いましたが、誘いに乗ってこないので自分から行こうと思って切り替えた瞬間にカウンターで思いっきりど真ん中を刺されました。一本ですか？はい、ありがとうございます。はい、もうおかわりしなくていいですよね。ありがとうございました。いや、多分もうこれ10本ぐらいいいですかね。いやでもね、緊張感あったよ、めちゃくちゃ。っていうかあれなんですよね、タクさん、目線合わせてくんないんですよ。そこ見ないですよね。そうだからこうなんすかね、こう意識のコントロールができない。こう結構格闘技とかって対人系ってこう目線をそこの駆け引きかそう合わせてて、普通の人ってちょっとあれなんですけど、殺意持った目線って反応してくれるんですけど、いやけど反応したんですよ。あと無表情だもんね。あと小木先生が一回こっち側に入れ替えた時に、一回やっぱ行こうとした瞬間あった時に、やっぱ無駄に俺大きく実は反応してるんですよね。やべあっと思ってこう蹴りにこう値段ですとか散らしたりしたよね。正直ナイフで散らしたところで絶対に全てカウンター取れるだろうから、空手の技の方がまだ引っかかってくれるとか、空手の技の方がその殺意が乗せやすいというか。わかります。ローキックでお蹴ってくるの。あっと思って。いい反応だったよ。反応してたんだけど、ここ蹴られても壊れるけどね。確かに。カッティングしててもやられたら壊れないけどね。小木先生のさ。そうでもあれなんですよね。じゃあローに反応したからってこれで反応した相手にどう切るかっていうデータが僕の中に全くなくて、反応させたらいいけどこれどうやって使うんですか。ということで一か八かでいけたかもしれないですよね。そうですね。反応して足上げた瞬間とか良かったかもしれないですよ。行ったら。よし、じゃあそうします。おかわりね。あ、もちろん。もう一本だけじゃあ。もう一本だけね。やりましょうか。じゃあもう一回いきます。はい。お互いに行ってお願いします。お願いします。はい、構えて。はい。始め。正直悔しいのと、1本目よりは間合いの感覚も良くなってきたので、2本目は最初から明らかにさっきの本気度を上げて対峙しています。ただタクさんが徹底してカウンター狙いなことは伝わってくるので、なかなか触れるほどの位置まで深く入って揺さぶりをかけるフェイントまではいけてないんですよね。ここカウンター封じに挑戦しましたが届きませんでした。タクさんのナイフ側に運足しながらナイフを持っている手を本気で掴むフェイントをかけ、タクさんがその手をナイフで払おうとしてカウンターが出せない状態を作っての攻撃でしたが、ギリギリでかわされちゃいました。実はこの時もそうなんですが、なぜか動画で見るよりももっと余裕の間合いでかわされたと思うぐらい、やたらに懐が深く間合いを遠く感じるんですよね。この辺りタクさんがプレッシャーをかけてきて下がらせられて間合いを支配されるのが嫌で、左右に外して壁に追い込まれないようにしています。そして運足中に思いつきで足をクロスさせて半身を切ることでナイフを四角に隠した動作から仕掛けられないか考えましたが、攻撃モーションが大きくなっちゃったので諦めました。ここ仕掛けようと思ったんですがダメでしたね。今度は先ほどと逆回りからナイフ側の手にフェイントをかけて入ろうとしましたが、明らかにさっきよりも早くバックステップして僕の腕を切るモーションに入られてしまったのでやめました。ここでちょっと空手の技をアレンジして仕掛けましたが、見事に腕切られちゃいました。一度露骨に攻撃意識を仕掛けた後に、今度は一気に気を抜いたように攻撃意識を切って下がることでタクさんを呼び込みます。タクさんが前に来たタイミングで、さっきはボディが届かなかったので胸の方へ攻撃に行きますが、
ナイフ慣れしていないせいで明らかに動作にワンクッション入った攻撃になっていて、しっかり見切って見事に腕を切られました。ここで切られた腕側を捨ててナイフを持ち替えます。ここも思いつきですが、攻撃意識を弱めてたくさんを誘って引き込んでいます。はい、案の定思いつきでは通用せず、バックブローでの切りつけはできませんでした。結局攻めあぐねて、先ほどたくさんに提案された技に挑戦してみることにしました。思いのほか反応が良く、これは本当に使えるんじゃないかと、入り方を先ほどの技術に組み合わせることにしました。が、完璧にやられました。ローから深く入る切り込みに今日一番の反応が来たため、先ほどやった攻撃意識を切って誘って前に引き出してから使えばナイフが届くんじゃないかと思って攻撃意識を上げて少し間合いに緊迫感を演出することにします。そしてここで一気に攻撃意識を切って誘い出しますが、ナイフに意識が行き過ぎてローの意識が切れて単に足を上げて踏み込んだだけの単純な攻撃になってしまい、完璧に腕を切られました。もう完敗ですね。でもやっぱ今見ても悔しいですね、これ。手2本ですね。素晴らしい。ああ、悔しい。小木さん、また練習しては来てください。めちゃくちゃ面白かったです。見てて。いや、惜しかったですね。素直に悔しい。いや、本当に手切るのはもうちょっとやっぱ遅れてたら、ここずらって前も払ってましたよ。いや、すごいわ。すごい緊張感あった。ちょっとやっぱ多いんやなっていうより。いやけどよかったですよ。2本目は良かったですよ。で、俺もちょっと一か八かで大技出そうと思ったんだけど、やっぱり小口先生なんか隙がないから、ちょっと無駄な大技してすかしたらちょっとちょっとそれで負けるな。さすがの反応力でした。一個学んだことは、たくさんに無駄にちょっと行こうかなってしたらダメだってことがよくわかります。小口先生、俺ナイフ戦今だ無敗なんで。いや、本当そうよね。はい、いつか。ちょっと俺もね、前回悔しかったの。小口先生と極真ルールですよね。本当に何やっていいか分からなくて。そりゃそうでしょ。で、やっぱりそのナイフと違ってもうオーラがすごいのよ。で、こう入ってったらもう膝蹴り来るやないと、もうイメージがどんどん飛んできて入らなくなったの。なんかで、その時にこう小木先生とその後飲んで、いや、あんな入らなかったことなくて、人にいくらこういうルールだからっても、もうすごい自分が嫌になって、このチキーンと思って、で、ナイフ戦はそれで勝っても当たり前だと思ったけど、今日、めちゃくちゃこの後美味しいお酒飲んでやらしいな、おい。小池先生にその前回はすごいショックだったんで、それは小池先生が強いのは当たり前なんだけど、なんか心の中がすごく折れたんです、自分のチキンに。なるほどね。だけど今回なんか圧倒的にそれであげられて、圧倒的にというか、多分小池先生もね、攻め方覚えたら多分持っていける。なんかボール見てて、2人のナイフの位置が高さがこう違ってたのかなっていうところが、小池先生結構下に下げそうじゃないですか。そこはどうなんですか。いやだからそ使いれが方としては自由なんで、いや結構いいなと思ってたんですよね。なんか僕、多分これ持ってこれを使おうと思っちゃうと、ここ力入っちゃうんですよ。なので、だからリラックスするために忘れちゃおうと思って、でぶら下がってった方がまだ楽かなと思って、ちょっと変えてみたんですけど、でほぼこっちを捨てて、意識はもう空手の攻撃の方に意識持ってって、でもいざ結局刺しに行こうとすると、そうなんです、その瞬間こっち乗っちゃってるんですよ。考えるとやっぱりこうやっちゃってるんですよ。で今日の練習につながるくらいですか。銃持ったらやっぱり体の使い方、そうだよね、やっぱり一緒ってことだよね。一体化するかどうかで、だからそこでやっぱり小木先生
生とやってて一番もちろん持ち方によって全然また技も変わるのであれなんですけど、小木先生が今おっしゃった通り打つ瞬間のやっぱりこのナイフの妙な塊が分かるから、正直手に取るように腕切れますよはい瞬間分かる。でもすごいその今日やった稽古がこうつながってるっていうところがいやなんかよかったよ。すごいすごい。なるほどね。なんか下手するとこれ持ってない方がいいんじゃないかと怖いよ。でもさコウケ先生がそこまでなんていうの自分のそのに気づいてるところがやっぱすごくないですか。そうですよね、だからコウケ先生は正直こんなのなくたって強いんだから怪我しがる必要ないんですよ1個ぐらいで持ったって余白なんですよ。そう持ったって余白なんですよ。それはむしろその方がいいんですよ逆に、ない方がいい。ない方が強いんですか多分こう持ってても構えてて空手の技の時の方が多分プレッシャー出てたんじゃないか。いや全然ありますそりゃそうです多分多分これで行こうと思った瞬間多分僕がちっちゃくなってるんですよ多分。けど面白いわ。けど素手対けどナイフだったら、もっと切られますよ。確かに届かないですもん。そうまあね、もっと切られちゃうから、まあね、で素手対素手だったら圧倒的に強いんだからこっちがそうなんで一つぐらい勝たしてくれないなんで全部に勝とうそこまで男のプライドなさす俺の全部ぐちゃぐちゃにする嫌ですよ。1個ぐらいいいじゃないですか最近だいぶ年とともに丸くなったんですけど、天然の負けず嫌いなんですよ。本当そうね。本当そうなんですよ。わかります。これまただからそうですね。またですよ。また先生何回やっても1回負けないの。ちょっとねプライドがそうですね。僕もなんかこれいいな、これなんかずっと続くからでまた名古屋来るんで、コウケ先生にこれ1本置いていくからあれマジであいいすごいすごいいいね。ガチで練習します。同情生相手にこうやって練習してたりですでこう刺していく練習するといいですよ。そういえばあれですね、それこそフェイスブックでこれを動かそうじゃなくてこっちでそうですから読みにくいっていうのはそうなんですね。だから最初の基本動作がいかに大切かなんですね。道具を持つと変わるんでやっぱり人は。つながりました。今ふと思い出した前のコラボの時もこう結局これで動かしてるから初動が読みづらかったんですよね。そうなんですよ。今更思い出したそうけどコウケ先生の2本目は実は本当に良かったから俺初めて2本目で肩甲骨を動かし始めたじゃないですか。あれはコウケ先生がやっぱその順動性の高さでちょっとサボりすぎるのダメだなと思ったんですよ。ちょっと頑張りますありがとうございました。いやめちゃくちゃ良かった。嬉しい。よかった本当に面白かった見てて。今名古屋で美味しいお酒飲めます。サロンからボコボコにされました1個だけですから勝ったの。また来た時はね。そうですね。今度名古屋来た時またぜひまたセミナーもね名古屋でやりたいし2人でぜひよろしくお願いします。本日はありがとうございました。前に出るプレッシャーを利用してでこの時のポイントは、拳と肘のこう関係です、時間がかかる分相手はそこで行こうとするのこの瞬間にこちらが関係があるっていう。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。あれですね、今回、名古屋のセミナーでその2人で、コラボセミナーするに関してもあれなんですけど、ですね、お二人が、共演したワンパーセンターが、そうですね、もう海外でも上映されてて、そうなんです。それこそちょっと SNS で見たんですけど、外国でこの試写会っていうんですかね、外国人の前でアクションを見せて、そうですよね、わーって、あれですね、アメリカでもセミナーやられてるんですよ。やりました。アメリカじゃない。どこだったか俺らもちょっと定かオースティンね。オースティンで映画祭やってた。でそこでもセミナーもやられてて、これ明日もそんな感じというか。そうですね。ワンパーセンターのあれで2人でやっぱ回ろうねっていうのがあったので、日本今ちょっと大田が頑張ってちゃんと皆さん届ける準備していますので、それは少々お待ちくださいと。そのまでに2人でちょっといろいろとジーク運動とかウェーブの良さを全国の方に伝えたいなということで、2人で一応いろんな全国回ろうねっていう話をしてます。前が福岡やりました。福岡、そうですね。福岡でキングダムの方と会われたりそうですね。そうです。原先生。福岡に2回目のあれ
そう2 1回目名古屋ですね。そうですよね。はいそうすると今後はどういう予定？次大阪やろうって言ってとか電車あと東北の方も仙台に行こうか。はいじゃあ北海道も行けたらいいですね。はいね、じゃあ皆さんお近くにお二人が行かれる時はぜひちょっと参加してもらえたらと思います。ぜひお願いしますぜひお願いします。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございましたおっすここで今回は僕が苦手だった接近戦を克服し、最終的には接近戦が得意ですと言えるようになったベースの技術でもある、相手が前に圧をかけてきたことで起こる接近戦でも強いパンチを打つ方法をお届けしたいと思います。このベースのパンチをまず打てるようにしていきます。